こんにちは、ケイスケです。昨年は2度の延期を経て最終的には中止になってしまったこのパリマラソン。通常は春に開催されるんですが、今回はパンデミックの関係で秋になりました。昨年までは1976年から毎年開催されていたそうです。たまたまアベニューフォッシュの近くを歩いていたら、まさにトップランナーがもう少しでゴールに着くというアナウンスが聞こえてきたので、近くまで来てみました。1位のケニアの選手が駆け抜けていきます。2014年以来の大会新記録です。前回は4万9000人のランナーが走ったそうです。今回はコロナの影響は受けたみたいですけど、それでも3万5000人のランナーが参加したそうです。ちなみに次回は2022年4月3日です。このアベニューフォッシュの先には凱旋門があります。凱旋門を中心に12本の通りがある中で、この通りだけ道路の両脇がコンクリートじゃないので、僕は結構好きです。これからちょっとポルトマイオの方に歩いていこうと思っています。今このメトロ2番線の終点ポルトドフィンのところは路面電車のトラムの延長工事が行われているんですね。それでここはペリフェリックというパリの環状道路の入り口でもあるので、朝と夕刻は特にひどい渋滞が起こるようになっています。この辺りは数年前からかなり大掛かりな開発が進んでいて、というのもパリの郊外線 RER の E 線の駅もこの先にあるポルトマイオにできるんです。今回の路面電車の延長で街路樹が新たに271本植えられたそうです。ここはパリの16区になります。以前フランスの郵便番号の話を少ししたことがありますけれど、パリ市は7万5000番台になっていて、7区であれば75007、13区であれば75013というふうになっているんですね。ただこの16区だけ南部が75016というのと北部が75116と郵便番号が2つあるんです。その理由は現在の郵便番号制度が制定された1972年当時に、この区での郵便物の配達を容易にするために2つの配達所を設置したそうで、その関係でこの16区だけ2つの郵便番号があるそうです。ご覧の通りポルトマイオの大きな交差点では地上と地下で大規模な開発が進んでいて、数年後にはサンラザル駅と RER の E 線でつながることになっています。アベニュー・ドゥ・ラ・グランド・アーメに入りました。パリ市内を無人で走るメトロ1号線のポルトマイオの入り口です。このグランドアルメ通りを挟んで、こちら側が16区、あちら側が17区になります。グランドアルメ通りの先には凱旋門があって、ちょうどその向こう側がシャンゼリゼ通りになっています。ほら、あそこに凱旋門が見えますよね。渡ってすぐ正面にあるのはフランスのトラディショナルな料理を楽しめるレストランです。向こう側にそびえ立っているのはホテルで、ハイアットリージェンシーパリエトワールです。高さは137メートルあります。パリ市内は基本的に高い建物が少ないのでとても目立ちますよね。そしてこの手前は郊外線 RER-C 線の駅です。この左側の緑色の方は1926年に創業したパリのローホレストラン、そして右の水色ののれんの方はピザ屋さんです。どちらも評判のいいお店です。そしてこのお店はひたすらアントルコートと呼ばれる少し脂身があって柔らかい牛肉をひたすら食べるというユニークなお店で、皆さんも機会があれば一度は行ってみてもいいんじゃないかなと思うお店です。いつも行列ができているお店です。しかしこれだけ露骨に工事中の雰囲気があると少し殺風景に思えますよね。ではこの正面にある目的地のパレデコングレに向かいます。以前はこの建物の脇に空港とパリ市内を運行するバスの乗り場があったんですけれど、このパンデミックの影響もあってその後どうも潰れてしまったようなんですよね。それでちょっと今回ここをご紹介したかったのは、まあ中にはもちろんちょっとしたレストラン、洋服屋さん、靴屋さん、
映画館なんかがあるんですが、それよりもこの下の階に日曜日もやっている便利なスーパーがあって、またパンデミックが落ち着いて国外旅行ができるようになって、パリにそのうちいらっしゃることがあった時にお土産を買うのに便利だろうからと思ったんです。ここがそのスーパーです。正面にはパン屋さんのポルがあって、でここでは今はフォーションのマカロンを売っています。以前はダロワイヨでした。では入りますね。もう気づけば2ヶ月後にはクリスマスなんですよね。これはカレンダーになっているチョコレートで、12月になったら子供たちがクリスマス当日まで毎日一つずつ日付を破って中に入っているチョコを食べていくんです。街中にあるスーパーとちょっと違うのは、少し高級でおしゃれな商品が多いのと、いろんな国からの輸入食材が豊富なんです。生鮮食品も新鮮で色も綺麗だし、陳列の仕方が綺麗なので見ているだけでも楽しくなりますよね。これは自分でオレンジを13に突っ込んで瓶に入れて購入するというもので、こちらでは結構人気があります。果物も種類が豊富で、ザクロとか梨、パパイヤ、マンゴー、洋梨、プルーンにブドウ、こっちは野菜ですね。このイチゴは日本のイチゴと少し違うようです。もちろん品種にもよるんでしょうけど、フランスの方が酸味が強い気がします。そういえばこっちのピーマンって日本のピーマンとは味が全く違って、全然苦味がないんです。もう別物ですね。ナスは日本のナスよりかなり大きいです。僕はポテトチップスでめったに食べないんですけれど、ここのポテトチップスはちょっと変わっていて、フォアグラとかキャビア、黒トリュフにイベリコ豚といったものがあるんです。ここにはイタリアのいろんなメーカーのパスタが置いてあります。その他にはフランスのチーズもあるし、あとはオリーブとか、日本で人気のあるエシレをはじめとしたバターもあるし、このボルディエのバターはブルターニュ地方のモン・サン・ミシェルから約50キロほどのところにサンマロという素敵な町があるんですが、そこで作られているそうです。ここはフォアグラのコーナーです。どうしても要冷蔵のものをお土産として購入したいときは、なるべく飛行機に乗る直前に買うのが一番で、このスーパーはすぐ空港に向かう道路に合流できるというのも利点です。ロアシーバスもそうですけど、パリの市内から市外に抜け出るのはどうしてもかなり時間がかかってしまうんですよね。ここはウイスキーで、お店の方に伺ったら、日本のウイスキーここでもかなり人気があるようです。ここには普通のものから少し変わったものまで、いろんな種類のオリーブオイルが置いてあります。そしてこちらがワインです。比較的安価なものからかなり高価なワインまであって、奥に行くほど高価なワインを見ることができます。このエリアはボルドーとブルゴーニュばかりです。値段が一気に変わってくるので、なんというか見応えがあります。日本酒も置いてあるんですよね。中は映しませんけど、正面のボックスの中にはさらに高価なワインが並んでいます。この辺りは1本数万円のワインばかりです。あとこちらの方にはシャンパーニュです。まあ日本からの観光客の方は買うことはないと思いますけれど、日本の食材コーナーもあるんです。このお茶のパックまで売っているんです。でもこれ便利ですよね。その他にもいろんな板チョコもあるし、いろんな種類の炭酸水だとか、ここは紅茶の棚で少し高価なマリアージュフレール、クスミティ、ダマンフレールなんかがあります。他にもフランスのさまざまなメーカーの紅茶があって、パッケージも可愛いし、生ものではないので鮮度もそれほど落ちないだろうし、重たくはないのでお土産には最適のような気がします。あとはいかにもお土産というような感じのモン・サン・ミッシェルのサブレとかもあるし、マルセイユ石鹸なんかもあります。魅力的な瓶のものもたくさんあるんですけれど、
やっぱり重くなってしまうのと、あと割れた時のことを考えると気がどうしてもひるみますよね。ということで、まだまだお店の中にはいろんな商品があるんですが、ざっと店内をご紹介しました。このスーパー地下1階にあるので、ぜひ覗いてみてください。また繰り返しになってしまいますけど、日曜日も含めて夜9時までやっているということと、空港に向かう環状道路ペリフェリックにすぐ合流できるというのが利点です。最近パリは夜7時には日が沈むようになりました。ちなみに日の出は朝8時20分頃です。遅いですよね。レストランもそろそろ営業開始ですね。この正面はクスクスやタジンなどのモロッコ料理のお店です。先ほどの交差点まで戻ってきました。牛肉をひたすら食べるお店、そろそろ開店だろうと思って来てみたら、案の定行列ができていました。ということで、今回はオリンピックに向けて開発が進む16と17区の境目ポルトマイオをご紹介しました。明日もいい日になるといいですよね。それではまた。